真ん中に来てるシックス・オブ・ワンズがね、とても光り輝いて見える。神様はずっと見てたよってメッセージが来る。あなたが経験した地獄絵図、あなたが恨み節に走ってね、その憎しみとか、結局お相手さんの悪の波動に巻き込まれてしまって、自分でも自分のさまざまな負の側面、自分でないようなね、後から振り返ってみると本当にあれ自分だったのかなっていうような、自分の中のネガティブなキャラクターっていうのを、お相手さんと顔をすることで見せつけられた。だからそんな様をね、ずっと神様見てたよって。でもおめでとうっていうメッセージがね、なんかシックス・オブ・ワンズから来る。だけどもね、やっぱり長らくネガティブ波動の強い方とね一緒にいたから、今もまだ緩和してしまってるよっていうね、キング・オブ・ワンズでね、もうあなたの元とは元からねもう消えてる方だし、切れてるとは思うんだよ。だけど残像のようにね、この方の世界観っていうのがあなたに、まとわりついてるっていうのが出てる。このキング・オブ・ソーズもそうなんだけど、これ業の山と考えた時にこっち体の山でね、であなたページ・オブ・ワンズでなんて言うんだろうな、まだ、なんかこう理路整然とできてない。絶望の淵からね這い上がったけれど、まだ何か影響を受けてしまってる。なんか釈然としないっていうのがね、メッセージとして伝わってくる。でおそらくね、一番大きいトライアングルのこのタイの位置にページ・オブ・カップスがあるんだけど、いい人が現れるはずだよ。もしくはもう近場にいるかもしれない。だけど今の心境だと、この新たな出会いっていうのを見過ごしてしまうよって、メッセージが来るな。トゥ・オブ・カップスのさ、恋の気分みたいなものもちゃんとあるんだよね。この悪縁を断ち切ることはさ、とても大きなイベントだったって。それを乗り越えた。だけどまだ、少しこの方のね、お相手さんの呪縛に感化されている状態があるのかなっていうのが見えるね。ただもっぱらその縁は切れてるよっていうね、なんか爽快感っていうか、そのメッセージが一番最初にポンと飛び込んでくる。だからひょっとすればこの方に対する復讐こそがあなたの久しくのね心の拠り所になってたかもしれないよね。だからその前へ進む原動力がちょっと捨てきれないでいるのかもしれない。ゆっくりでいいから負のペルソナをね一枚一枚脱ぎ捨てていくといいよって。
やがて丸腰の自分になった時にね、その復讐とかさ、恨み節のそのネガティブなエネルギーの原動力を失った時に、ちょっと自分に頼りなさを感じた時ね、天使をね送るから、そのサインを受け取ってほしいってメッセージが来ます。その時体がふわーってなるから、自分の中から湧き上がる霊気の突破口を見つけて、その自分の内側のね、本当の上質なあなたが持っている機運っていうのが、その天使のサインが誘い水になって溢れ出してくるよって。それで新たな機運をセルフメイキングしていくことができる。好転だよね。ちょっと忌々しいけどね、トップにキングオブワンズで相手もね少し嫉妬深くなってるだろうね、あなたに対して。そのなんか念が残ってんだよね。コンフリクト、葛藤とネイチャー、自然。やっぱりね、あなたの中にあるね葛藤をこのお相手さんに今もコントロールされてるかな。ただね、もう5の位置だから過去のものではあるよっていう、メッセージかな。でこの体の位置のネイチャーはやっぱご自身の力だよね。もうこの方と一緒にいた時にもう体に染みついてしまってるネガティブモード、それをやっぱり脱ぎ捨てなさいっていうメッセージが、強くくるかな。あなた本来の、自然な湧き上がってくる良い力、幸せの力っていうのを呼び起こしますよっていうねメッセージが来ます。逆にこんだけ苦しんだんだからね、思いっきり幸せになればいいんですよ。誰の目を気にする必要もないし、誰かに評価されるためのものでもない。自分の中から湧き上がってくる自分の価値観、自分が幸せだと思うこと、それが溢れ出してくるよって。あなたのそういう部分をね、そういう部分に嫉妬する方だったかもしれないよね。だからあなたのその真の力を封じてしまいたい、封ずることでコントロールしたいと考える方だったかもしれない。だからいい厄払いができたんですよ。あなたにとって最も難しい敵だったかもしれないよね。まだ通過点である勝利ですよ。もちろんこっからがね、やっとスタートラインに立てて自分の幸せ、自然なあり方っていうのを取りに行くわけだから、まだ通過点なんだけど、ただ、今回のその経験っていうのはさ、とても生きてくるはずだよ。何のねアップダウンもない人生なんてものはないけれども、やっぱり本当の地獄をね味わったような人、それがその地獄を克服してさらに歩み出していこうと、やっとスタートライン立ってそこから謙虚にさらに歩み出していこうっていうその一歩っていうのはとても
ネイチャーパワーにあふれてると思う。そこでこの根底にさ、ふつふつと見えるザ・サンのパワーが、生きてくるんじゃないかな。で、あなたのことをね思ってる人っていうのがね近場にいるからね、この方を見逃さないことだよ。年下かもしれないね、ペイジだから。あなたにアプローチしてきます。天の神様来た。どうかな。まあ右手女性性、まあ女の直感で理解するってことかな。なかなか今はひょっとしたらね、異性を正当に見れないかもしれないね。頭ごなしに見てしまうかもしれない。だけれども、しっかりやっぱり自分のセンサーを使って自分で確かめて新たな出会いをしっかりとゲットしていくってことかな。そうね、自分で触って触れ合ってしっかりと感知していく、この手のセンサーでね。ちょっと日韓的かもしれないよね。このネイチャーパワーもそうだけど、もうしばらくなんかもう恋愛とかいいわっていう感じかもしれないけど、まあ徐々に戻ってくるから、しっかりと自分の、判断力みたいなもの、その良し悪しっていうのが見えるようになるから、焦らなくていいよっていう手の神様のメッセージが来る。またそのなんていうかな、過去に引き戻されそうになった時は、このキングオブワンズだけどさ、トップに今も鎮座しているね、憎らしいキングオブワンズだけど、またなんか引き戻されそうになった時は、なんか自分のことをずっと見ててくれる高次元の存在のことを考えるといいと思う。神様、仏様、あなたの高次元の存在がずっとあなたのことを見てるよって。あなたが絶望の淵にいた時ね、悪の波動にね感化されまくってロストマインドしてた時、自分で自分が分かんなくなった時もずっと見てたよって。見ててあなたのことを信じてくれてるハイヤーセルフの存在ってものを感じることだよね。そうするとあなたのもとに天使が降りてきてね、ふわーっと、あなたの中から霊力がね上昇する。そして高い波動とねつながることができるよって。それはあなたの中に根底にあるそもそもある力なんだよって。もう縁は切れてるって出てるんだからね。この方の残像に負けないこと、いいですね。
まあ今後恋愛運はすごく上がるだろうね。ラバーズとテンオブカップス。うん。このファイブオブソーズがね、てっぺんのなんか気になるかなっていうのと、あと5の山のトップにエイトオブソーズ。あなたがなんとなく夢見がちでいるのかな。まだ囚われてて、絶望の淵からはもう這い上がってるんだよ。だけれどもその絶望の中で見た、例えばそうだな、あまりにも辛すぎて現実をね拒否した、現実逃避をしていた、その現実逃避の中にあなたに本来備わっている純粋さが、その辛い現実を受け入れた時、翻って負の想念の上質な部分、上層部の上質な部分にあなたがいられる奇妙な空間を作ってさ、そこにあなたは今も幽閉されてるんじゃないかな。定休令が一体ついてるよってメッセージが降りてきたよ。あなたのその上質な部分に引き寄せられて、あなたは今も夢見がちでいるような、なんかこう絶望のほてりが冷めきらないようなね、そんな状態かもしれないよね。そんな中でご自身を休めてる。ただ未来はものすごくいいの待ってるからね。こと恋愛運はとても強いと出てる。苦戦したその悪縁の中であなたが見出した自分の居場所みたいなもの、奇妙な空間の中であなた何かと取引したよっていうメッセージが来るんだよね。ひょっとすれば心の拠り所、それは崇高な存在ではなかったかもしれないけど、互いに利害が一致してね、なんか一緒にいたのかなっていう、それが見えるね。で、当の悪縁のお相手さんは随分下の方に静まってるから、もう峠は越えてるのだろうね。峠はもう越えてて、だからあなたがなんかまだほわんとしてるかもしれないよね。この平ら山のトップにはクイーン・オブ・ワンズが来てるから、このなんか情熱が戻ってくると一気に機運が開けんじゃないかな。あなたが苦戦してる間にさ、背負い込んだ定休令はね、あなたが今現実にリアルタイムでカルマ合戦をしてるでしょ。過去世から引っ張ってきたカルマの解消してるか、もしくはその新たなカルマを受肉されようとしてるのか、なんかその様を見て、この定休令は自分のカルマをね照らし合わせるようにね、あなたに寄り添っていて、その自身のカルマを解消した。そうすることでこのあなたに取り付いてた霊というのはね、成仏できるよってメッセージが来る。悪い霊だったんでしょう、いたずら好きのね。ただあなたの想念のね良質な部分に触れることであなたに力を貸してくれたんじゃないかな。そんなに悪い方向へ導かなかった。現実に絶対絶命の状況からはね回復してきてる。だから状況はね地獄だったかもしれないけど、その地獄の中で何かちょっとした
いたずら好きな取引があって、あなたはその気分に乗ってね、今はまだ療養中で、ね、完全に復活はしてないかもしれないけれども、上がり調子に来てるよっていうのが見えるね。ともかく体のこの位置ってのは非常に良いからね、このトライアングルはこれからの躍進っていうのはとても期待できるんじゃないかな。やっぱりね、高次元の存在を感知すること、天から降りてくるメッセージっていうのをしっかり知ることが、あなたのそのメディスン、需要競争になるというのかな、力になるよっていう、これもいいカードだと思うよ。ただトップになんかこの5オブソードが来てるから、なんとなく面白いバランスだなとは思うんだけどね。私にはちょっとお茶目に感じるよね。絶望の状態からの復帰だからね、そんなお茶目なはずではないんだけど、あなたのなんか独特の力っていうか、不思議な、なんか力を感じるよね。だからずっと辛い状況にあったんだけど、あなたはずっとコージの存在を信じ続けてたかもしれない。で、あなたが信じてたその存在っていうのは、ひょっとすれば本当のそのハイヤーな人ではなかったかもしれないんだけど、あなたの人間性、あなたの持ってる冷静に触れて、その方もなんかこうディール、取引してくれたんじゃないかなっていう。真剣な取引なんだけど、それがとても工事のものとなってね、しっかりあなたの力となってるよって、なんかそんなメッセージが来る。このだからトライアングルの中であなたはしっかりと影響を養って、復活せんとしてると。今このさ、下に眠ってるキングオブワンズからさ、あなたのことを愛してるぞ。そういうなんかメッセージが来た。これがあなたの悪縁のね、お相手さんだったら厄介だけれども、なんとなくあなたに取り付いてる、その、幽霊さんがなんか言ってるような気もするよね。あなたに非常にエンパシーを感じてるのかな。あなたは助けたいっていう、なんかそんなメッセージ感じるな。ウガシンさん出てきたね。警告、気をつけろっていうね、メッセージだよね。やっぱりね、あなたになんか取り付いていた、そんなにハイヤーな霊ではないと思うのよ。工事の人ではないんだけど、その人があなたにずっと警告を出してたのかな。もしくはもうあなたはずっと指導してくれてたね、この指導例、これは講義の意味での指導例だけれども、はもうお役御免になってるから、役目は終わってるからね、いつまでもやっぱりあなたが今感じている存在と戯れててはいけないというメッセージにも取れるかもしれない。あなたはとても辛い目にあった、大変な目にあった。だけれどもそれを克服することによって、あなたは自分のカルマをね、燃焼させたと。大きく成長したと。で、そのあなたの
その一連のね成長に寄り添うことであなたにくっついてた霊も成仏することができたよと。そこだよね、そこまでだよね多分ね。だからこれ以降はやっぱりあなたはあなたの幸せっていうの、非常に良い出会いが待ってるはずなので、恋愛運がぐっと上がるでしょう。良い出会いがあるでしょう。それは非常に長く続く出会いとなる。一過性のもんじゃなくてね、そちらにやっぱり向かっていくといいんじゃないかな。なんかあなたのお茶目さなのかもしれないね。このなんかファイブ・オブ・ソーズがとても気になるんだけどさ、あなたが持ってるそのチャーミングさみたいなもの、それが危険な状況、とてもその辛辣な状況っていうのをさ、全体的に緩和していたかもしれないね。これは結構やばいよね。救いがないわけではないけれども、真ん中に運命の輪が来てる。本当に決断しなきゃいけないってことだよね。ジャッジメントも来てるしね。あなただけどうまく逃げるんじゃないかな。セブン・オブ・ソーズでこのお相手さんからうまく逃げて、クイーン・オブ・ソーズが来てるから、それを試すっていうメッセージが来てる。どうだろうね、相当強烈な絶望、そして相当強烈なお相手さんだったんじゃないかな。本気で断ち切らないと、トップ10オブソーズだからね、終わっちゃうから。でまたこれも断ち切るっていう意味もあるし、デスでもあるからね、死でもあるから、この沈んでるキング・オブ・ワンズを、お相手さんと考えれば、あなたが討伐してね、でこのでかいトライアングルの対の位置のねキング・オブ・ペンタクルスが、あなたが向かおうとしてる新たなね出会う人物と考えれば、あなたがこうやっぱり絶望の淵からね立ち上がって得るこの方との出会いが好機好転となってくるんじゃないかなと思うけどね。だけどしっかり断ち切って変わっていかないと、テンオブソーズでこのでかいトライアングルの名号体の周りでもまたこの方が現れちゃうからね。この方ないしこの方と同じ人物が。だから一番伝わってくるメッセージっていうのはもう転機だよね。変わりなさいだよね。この潮目しっかり読んで乗っていくこと、それが好転、に当たるんじゃないかな。だからお相手さん多分もう来世はね畜生道に落ちちゃうような人じゃないのかな。
モンキーマインドっていうのかな、畜生道でもひょっとすれば爬虫類かもしれないよね。もう爬虫類的な人っていうのがなんか伝わってくるね。もう今現時点でも心ではね、寝てる間にね、そのお相手さんのアストラル体はさ、畜生道に旅してるよ。で畜生道のねジャイアンボスのしもべになってる。そんな人っていうのが伝わってくるね。だからあなたもそういう人と一緒にいたから、何か負い目があるかもしれない。私もなんか感化されちゃってんじゃないかとかね。やっぱり似てきちゃうでしょ。一緒にいると同じような目つき、同じような仕草ね、相手があくびすると自分もあくびしてるみたいな、良くも悪くも。だからなんかそんな負い目があるかもしれない。ただね、この10オブソーズをこの御敵の討伐ってことで考えれば、しっかり終わらせれば、この方はね、猫のように忘れっぽく、まあ爬虫類っていうことで言えば、もうなんかイグアナのようにケロッとね、あなたのことを忘れるかもしれないね。あなたが引きずられなければ。最大の今潮目なのよ。しっかりそれを読みなさいっていうメッセージがむちゃむちゃ強い。もう逆に返せば、逆に言えばね、逆手に取れば最大のチャンスだよ今。あなたはこっそりもう動き出してんじゃないの、セブン・オブ・ソーズで。あなたが復活するためのね、本当に堅実な人と出会うための準備をしてるんじゃないかな。来たね。フィーディング・オン・ザ・パスト、過去を食らう、カルマ食らうとか感じ。人を食べてるよね、この鳥さんかな。やっぱりなんかお相手さんやっぱり畜生道いっちゃうね、おそらくね。もう人間なんかやってらんねえって、もう動物として生きたい、もう本能のままに。いきさつとしては面白いんだよね。だけどね、我々人間はもともと宇宙のね構成物質じゃない。で宇宙天から降りてきてこの地球で物質的な存在になったと。でだけれども動物よりさらに一つね進化してる私たち人間は、今度また自分の中の封じられたね、物質化することによって封じられた霊性を今度宇宙にリリースしていかなきゃいけないんだよね。でこのリリースの作業をお相手さん拒んでる人だっていうメッセージが来る。だから畜生道動物界行きたいんだよ。だからやっぱね、あなた一緒にいちゃいけないっていうね、もうメッセージがポーンと今来た。馬頭観音様だね。お前は来るなって言ってるよ。お前人間界にいろって。人間界からそれから天道、その天目指しなさいと。この方と一緒にいたあなたも爬虫類になっちゃうよ。フィーリング・オン・ザ・パスト、カルマぐらいになっちゃう。カルマぐらいに嫌でしょ。人間界でね切磋琢磨すればいい男待ってるよ、ここに。キング・オブ・ペンタグルス。
うん、あなたが、しっかり蹴りをつけられないとこのキングオブペンタクルスはね、音的に変わるからね。うん。まあやっぱりスプレッドから見てやっぱりむちゃむちゃ壮絶だったんだろうね、本当に。もう命がけだよ。だけど逆に言えばこれを超えられたら全て受け入れてね、否定せずにさ、これを超えたら多分本当の大チャンスなんだよね。大きな節目、好転の時だよ。ここに絶対吸い込まれちゃダメだ、本当に。ここには絶対吸い込まれちゃダメ。逆に言えばね、お相手さんがね、あなたとの関係性のカルマも背負ってその畜生と言ってくれれば一石二鳥じゃない。こんな言い方じゃ私もバチ当たっちゃうと、こんなこと言っちゃいけないけども、だけどよかったね、これ真ん中にあってザ・ホイール・オブ・フォーチュン。結構怖いスプレッドだけど、母神様が来ました。一番感じるのは許しかな。あなたがその絶望の中で感じていた、自分に感じてしまった負い目、自分の弱さとか、自分で自分がずっと嫌いだったところとか、そういうもの全部相手に見透かされて、そこを利用されて後手後手に回ってる。だから自分を許しなさいってね、母神様おっしゃってるよ。ここで自分が許せないと、あなたも畜生道だよね、引っ張られちゃう。だけどそうじゃないでしょうって。本当に苦労した、本当につらかったね、自分が見たくないもの全部見せられた、突きつけられた。だけれどもね、それを全部受け入れて、逃げずに受け入れて、自分の中で許せれば、この経験がね、最大のチャンスになるよって。あなたぐらいね、辛い経験したんだったらね、した人がね、自分の人生を受け入れて、さらにその上の次元でね、次のステージで自分の一歩を踏み出し始めると、周りの人にね、あなたの経験、もしくはね、その絶望の中で培った本当の優しさの恩恵を周りの人たちに振りまいていくことできるよって。まあ母神様おっしゃってるね。その段階までいったらライトワーカーにもなれるよ。これだけ壮絶な経験してんだもん。もうね、お相手さんがさ、もう動物界行くって言うんだったらね、もう引き止めちゃダメ。もうね、行ってらっしゃいって送り出してあげなさい。それでいいと思う。ね。それは卑怯なことじゃないよ。ね。もう私はあなたとはつながりませんと。あなたと同じ次元にはいませんと。ね。はっきり生きる。これは冷たいことじゃない。あなたはさ、ちょっと怯えながら、このセブン・オブ・ソードでさ、
自分にね負い目を感じてるかもしれないけど、そんな必要ありませんって母神様おっしゃってますよ。大変な経験したと思うけど、よく頑張ったと思います。これからね、本当の自分の人生を歩んでいきましょう。いいですね。